皆さん、こんにちは。ガーラハンターです。こちらのウール60のルームソックスなんと780円。こっちは極厚手のウールソックス。ルームソックスとの厚さの違いはちょっと厚い？こっちも60ウールで、フルレングスルームソックスは丈が短いで、980円です。早速開封してみましょう。なるほど、足の裏と、アッパーとの繊維の違いはない仕様ですね。つま先とかかとは強めの編み方のように見えます。土踏まず周りはゴムサポートついていますね。かかとはこんな感じ。丈の方はふんわりフィットしてくれそうです。ひっくり返してみます。裏面は一律のパイル地ですね。ふわふわで気持ちいいです。第一印象はふわふわすぎて、長持ちしなさそう。厚さはこんな感じ。では、ルームソックスの方も開封してみましょう。ルームソックスは丈が短めで、滑り止めがついています。パッと見それ以外はウールソックスと違いはなさそう。裏側もほぼ一緒ですね。私、スマートウールのソックスが好きなのですが、裏側から見た感じだとふわふわ感と通気性は同じぐらいじゃないかと思わせてくれます。このお値段で、この感触は GOD ですね。ちなみに、3日間試し履きしたルームソックスがこちら。ウールの宿命で毛羽立ちしていますね。ふわふわでしたので、これは許容ない。なお、高級なソックスは毛羽立ちしにくいです。でも、裏側は特に気になるところはないですねデイブ。とりあえず、また履きます。足のサイズは 27.5 でサイズ超えてますが、伸びるので問題なく履けました。そして、厳冬期の普段使いにおすすめなキャラバンのウールソックス2足で2200円ぐらい。これはマジでウール生地が分厚く感じられ、2シーズン目ですが、まだまだあったかいです。女性用もあるので冷え性の人にはマジでおすすめです。丈はフルレングスよりやや短い程度。普段使いであれば全く支障はありません。だいぶパイルがなくなってますね。と入っても、すり減っているというより、パイル地が圧縮されて一枚生地のような感じになっているイメージで保温性はほぼ落ちていないです。1足あたり1100円程度なので、コスパはかなりいいと思います。これを強化した登山用ソックスもあり、1700円ぐらいしますが、丈が長く、外側の生地も擦れに強い生地になってて、おすすめです。はい、次は私の一番お気に入りの FITS です。フィツは外側の生地も強めですが、しっかり上下左右に伸びつつ、適度にフィットします。かかとも、足先も強化生地です。フィツは裏側のウール繊維が他より気持ち細いような気がします。これはミディアムクラスの厚みのやつですが、適度な厚みと通気性が両立させていて、冬のハイキングやスキーで使っています。ただ、出し惜しみしているので3年で10回ぐらいしか使っていない。まだまだ裏側は傷んでいないですね。ウールソックスは弱点としてパイルが擦れて、すり減り、
足裏の保温性が落ちてきます。洗濯せずにいきなり履くと毛羽立つので、初回は水のみで洗濯して繊維を締めることをお勧めします。キャラバンの登山用のウールソックスです。これは靴に近い印象なので、見比べのために靴跡に持ってきました。外側の生地が強化されており、ちょっとだけゴワゴワします。上下左右にビヨーンするのは同じです。裏のパイル地は靴より厚く、通気性はやや靴に劣り、場合によっては蒸れる感じがします。私としては汗かくときは靴、汗かかない外遊びの場合はこっちと使い分けています。キャラバンさんの靴下は品質の割に安いと思いますのでおすすめです。次はダーンダフ。中厚手のタイプですが、この製品はパイル地ではなく、フェルト生地っぽい裏地が特徴です。このようにモコモコしておりません。ダーンタフのいいところは、永久保証がついていて、通常使用の範囲で擦り切れたりすると販売店で無料で交換してもらえるそうです。しかし、3年以上使ってますが、擦り減った感はあっても、まだまだ穴は開きそうにありません。あれ？動画見返してたら、かかと側が怪しい感じですね。そして、コスパ最強と言われる、コストコウールソックス。4足で2000円なので1つ500円です。これはワークマンソックスやスマートウールにかなり近いのですが、ワークマン、スマートウールより密で、通気性がやや悪いのが特徴です。4足ローテーションしても2シーズンで穴が開き、順次リタイアしました。裏側です。表地が透けて見えてるとこは、親指とかかとなど、すり減りやすい部分です。まあ、値段の割に2シーズン持ったので割とありではないかと思います。本当はこいつを買い足ししたいのですが、コストコで最近お見かけできず、ワークマンに変えました。おまけ1週間後のソックスの状態をご覧ください。まだ2回しか履いていないのですが、1日2日程度で、繊維がほぐれてきています。全体的にふんわりしててあったかいのですが、強度は微妙かもしれませんね。1シーズン持つかな心配ですが、ワークマン品質なので信じて使ってみましょう。もう一つ、おまけです。ロングネックウォーマーも買ってきました。これはメリノウール 100% です。サイズ感はこんな感じ。普通サイズの頭と首の肩は問題ないと思います。ちょっと裏側は表よりザラザラしている気がします。そして結構薄いですね。束ねて引っ張ってみましたが、結構伸びますね。ちょっとつけてみましょう。ちゃんと、入りました。表面と裏面を触り比べてみます。表面は割と柔らかいのですが、裏面は少しざらついて、敏感肌の私だと少しチクチク感じました。しかし、洗濯したり使い込んでいくと、馴染んで問題なくなるレベルだと思われます。タグはこんな感じ。そんなわけで、今回はワークマンのウールソックスのレビューをしてみました。
これから寒い季節になりますので、少しでも参考になれば幸いです。